この本、本当に良かったです。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はサイコロジー・オブ・マネー、一生お金に困らない富のマインドセットについて解説していきます。2014年、アメリカでドナルド・ディードという男性が亡くなり、世界中で大きな話題になりました。リードは貧しい家庭で育ち、学校にはヒッチハイクをして通っていました。高校を卒業してからはガソリンスタンドで25年間勤めて、その後は清掃員として17年間パートタイムで働きました。リードは38歳の時に 2LDK の家を1万2000ドルで購入し、生涯そこに住み続けました。そんな彼がなぜ話題になったのか。彼が92歳で亡くなった時、多額の資産を持っていたことが明らかになりました。その額はなんと800万ドル、日本円で約9億5300万円です。そして彼の遺書には、そのうち約7億円を寄付すると書いてありました。宝くじを当たったわけでもない彼が、どこでそんな大金を手に入れたのか。彼は若い頃から節約してお金を貯めて株に投資しただけでした。数十年かけて小さな投資額は複利効果で9億円以上に膨れ上がっていました。単なる清掃員だったリードはただそれだけで莫大な資産を寄付する慈善家になりました。この話から学べる教訓は一つです。それは学歴や経歴、人脈がなくても資産家になれるってことです。経済的成功のためには何を知っているかよりもどう振る舞うかが重要です。収入の 10% を貯金に回した方がいい。できるだけ早い時期に投資を始めた方がいい。もちろんこれらの知識は大事です。しかし何をすべきか知っていることとその人が実際に取る行動は全く別です。そのため本書のタイトルでもあるサイコロジー・オブ・マネー、つまりお金の心理学を学べば、あなたもリードのように経済的な成功を収めることが可能です。この動画では経済的自由を勝ち取るためのマインドセットを7個解説します。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、お金の考え方は人それぞれ。僕たちはみんな生まれた環境が異なります。世代も異なれば生まれた地域も異なり、親の収入や価値観も違います。そのためお金の考え方はある人にとっておかしなことでも別の人にとっては理にかなっていることがあります。例えば貧しい家庭で育った人は裕福な家庭で育った人には想像もつかない方法でリスクとお金について考えます。これはどちらが優れているという問題ではないです。誰もが自分の経験に基づいて人生を生きています。一般的に投資家は経済的な目標や投資対象の特徴を加味して投資判断をしていると考えられます。しかし実際は違いました。全米経済研究所の調査によると、生涯にわたる投資判断はその人が持つ知性でも教育でもなく、いつどこで生まれたかという偶然の要素が左右していることが分かりました。また別の調査では貧困層は富裕層に比べ宝くじを4倍多く買うことが分かっています。貧困層の人は宝くじを買うことを経済的成功を勝ち取るための唯一のチャンスと考えます。客観的に見ればこれが正しい選択とは思えないです。しかしその人の育った環境や経験がこのような判断を生みます。このように人間はお金に対しておかしな判断をすることがあります。人類の歴史から見れば宝くじや年金、株式投資ができてからまだ日が浅く、十分な経験を積めていないと言えます。確実にお金持ちになる方法が確立されていないため、人は自分の経験に基づいて判断をします。お金に対する考えは人それぞれ異なることを覚えておいてください。2個目、運とリスクの影響。僕たちの人生は個人の努力を超えた大きな力に左右されることがあります。世界でもトップレベルの資産家であるビル・ゲイツは
13歳の時にコンピューターに出会い没頭しました。同時期に同じ学校のポール・アレンとケント・エヴァンスとも出会い、意気投合した彼らはすぐに敏腕のコンピューター使いになりました。ゲイツとアレンはその後マイクロソフトを作ることになりますが、実はこの成功っていうのは運によるところが大きいです。彼らが通っていた学校には生徒が自由に使えるコンピューターがありました。それは当時世界的に見てもかなり珍しいことでした。確率にして100万分の1です。3人は同世代の人間より圧倒的に早くコンピューターに触れる機会を得ました。そんな中、エヴァンスだけがマイクロソフトの創業に関わることができませんでした。彼が高校を卒業する前に登山中の事故で亡くなったからです。高校在学中に山岳事故で命を落とす確率はおよそ100万分の1です。つまりビル・ゲイツは100万分の1の確率の幸運に恵まれてコンピューターのある高校に入学したのに対して、エヴァンスは100万分の1の確率でビル・ゲイツと一緒に夢の実現を目指すことができませんでした。同じ偶然の力が同じ大きさで逆の方向に働いたと言えます。これはどちらも人生は個人の努力を超えた大きな力に左右される現実を示しています。僕たちは成功者のストーリーに運の要素を考慮しない傾向があります。対して仕事ができないのに幸運にも億万長者になった人もいれば、正しい投資判断をしても何か別の要素で大きな失敗をしてしまうこともあります。結果のうち再現性のある部分と偶然の運やリスクによってもたらされた部分の割合を正確に知ることは不可能です。しかし何事にも運やリスクがつきものだということを覚えておく必要があります。うまくいった時は調子に乗らず、失敗した時は自信を失わないようにしてください。3個目、足を知る。もうこれで十分。この感覚がないと大きな失敗をすることになります。実際にビジネスで大成功している富や名声、権力、自由を手に入れても、もっとお金を稼ぎたい気持ちに駆られて詐欺やインサイダー取引に関わってしまう人がいます。自分は絶対にそうならない。あなたがそう思っていても、力を手に入れると人は変わるものです。これから挙げる4つのことを絶対に覚えておいてください。1つ目、動き続けるゴールポストを止める。努力して結果を手にしても求める基準を上げ続けてしまうと、いつまで経ってもさらなる結果を追い求めることになります。より多くの資産、権力、名声を手に入れたい欲望に駆られ、満足感よりも野心の方が大きくなっていきます。これはまるで一歩前進するごとにゴールポストが2歩後ずさりする状況です。求めれば求めるほどゴールは離れていきます。そこに追いつくには大きなリスクを取るしかなくなります。だからこそもうこれで十分という感覚が必要です。2つ目、富の比較ゲームに参加しない。例えば年収5000万円の新人の野球選手がいるとします。世間一般の基準からすれば相当なお金持ちです。しかし同じチームにいる年収20億円のイチローのようなスーパースターと比べれば、このルーキーはまだまだってことになります。もちろん上には上がいます。高収入トップ5にランクインするファンドマネージャーは年収800億円あります。そしてこのファンドマネージャーも2018年に個人資産が3500億円を超えたウォーレン・バフェットのような大富豪とは比較にならないです。つまり他人と収入を比較してもキリがないってことです。比較をすることは勝つことのできない戦いに臨んでいることになります。唯一勝てる方法は最初から戦わないことです。たとえ周りの人よりも収入が少なくても、自分はこれで十分と満足することが大切です。3つ目、吐くまで食うな。十分の反対の概念である貪欲さに突き動かされれば後悔の念に駆られることになります。例えばあなたがどれだけたくさん食べられるか、その限界を知るには吐くまで食べるしかないです。しかし吐くまで食べればどんな食事も台無しになってしまいます。誰もそんな無茶はしないです。ところが同じ理屈がビジネスや投資には通じないです。破産をしたり続行不能になったりするまでもっと多くを得ようとして手を伸ばし続ける人が後を絶たないです。
どこかで自分にブレーキをかけなければ最終的には痛い目に遭います。4つ目、大きな利益が得られる可能性があっても危険を冒す価値のないものは多い。過去にインドのスラム出身で一文無しから大富豪になり上がった男性がいました。しかし彼はより多くの富を手に入れるために犯罪に手を染めてしまい逮捕されてしまいます。彼は富だけでなく権力、自由を手放すことになりました。失ったものっていうのは簡単に取り戻せないです。大切なものを守るための最善策はそれ以上のリスクを取るのをやめるタイミングを見極めてもう十分だと考える大切さを知ることです。4個目、複利の魔法。ウォーレン・バフェットが富を築いた方法をテーマにした本はこれまで2000冊以上出版されています。しかしこれらの中であまり触れられない事実があります。それはバフェットが膨大な資産を築いたのは単に彼が優れた投資家であったからではなく、子供の頃から優れた投資家であったことです。2021年時点でバフェットの純資産は845億ドルです。しかしそのうち815億ドルはバフェットが60代以降に増えたものです。もしバフェットが30代で投資を始めて60代で辞めていたら、その名前が世界に知れ渡ることはなかったです。バフェットの経済的成功の秘密は長期間にわたって投資を続けたことにあります。もちろんバフェットの投資スキルは優れていますが、成功の最大要因は時間です。年平均のリターン率で言えばバフェットを上回る投資家は世界に存在します。しかし純資産の金額で見ればバフェットを上回る投資家はいないです。それは単にバフェットが一定の運用成績を何十年も積み重ねてきたからです。途方もない結果を生み出すのに途方もない力は必要ないです。大きなリターンを得るために目の前のことに必死になるのではなく、そこそこのリターンを繰り返して手に入れ続けることが大事です。アクションを起こしたら黙ってじっと続ける、これを徹底してください。5個目、裕福を保つためのポイント。裕福になる方法はたくさんあります。しかしそれを保つ方法は一つしかないです。それは倹約と心配性の組み合わせです。お金を得ることと維持することは全く別物のスキルが求められます。実際にフォーブス誌が選ぶアメリカの大富豪400人のリストは10年ごとに約2割が入れ替わります。それだけお金を維持することが難しいってことです。ここでは裕福を保つためのポイントを3つ解説します。1つ目、大きなリターンを得ることよりも破綻しないことを目指す。複利の力を利用できれば莫大なリターンに頼らなくても資産を着実に増やすことができます。市場が荒れている時に大被害を受けず、長期にわたって継続的にそれなりのリターンを得ることが大切です。2つ目、不測の事態を考慮して計画を立てる。計画は柔軟に修正することで初めて役に立ちます。なぜなら誰にとっても未来は未知だからです。逆に予定通りに物事が進まなければうまくいかない計画はダメです。例えば今後30年間の投資の年率が平均 8% なら最高だけど 4% でも問題ない。そう言えるほどのゆとりがあれば計画の価値は高くなります。誤りの余地を踏まえて計画を立ててください。3つ目、未来に楽観的であれ。一般的な楽観主義とは物事がうまくいくと信じることです。しかしこれでは不十分です。賢明な楽観主義になってください。賢明な楽観主義とは、たとえ途中でダメになっても長期的に見れば物事は自分が望む方向に進むと信じることです。成功までの道のりには必ず浮き沈みがあります。長い目で見れば右肩上がりに成長すると楽観的に考えながら、その途中に地雷がたくさん埋められていることをあらかじめ想定しておくべきです。6個目、テールイベントを起こす。世界には美術品に投資することで富を築く人たちがいます。芸術作品は限りなく主観的なものです。ではどの美術品が将来評価されるか見抜くにはどうすればいいのか。それは膨大な量の美術品を投資対象として購入することです。スキルや運は関係ないです。多くの美術品を長期間保有すると、その一部が優れたものであることが後々
ち判明します。その結果、ごく一部の高リターンの美術品により全体が黒字になります。これが成功するビジネスの仕組みです。手に入れた作品の 99% は価値がなくても、残りの 1% はピカソのような作品だったら全ての失敗を帳消しにできます。ビジネスや投資など多くのことがこの仕組みで動いています。これをテールの力と言います。テールとはビジネスの結果の尻尾の部分を指す言葉です。例えば JP モルガンアセットマネジメントが運用するラッセル3000インデックスというファンドがあります。1980年から2014年までの間、このファンドを構成する全銘柄のうち4割が 70% 以上値下がりをしました。実質的に倒産している状況です。しかし 7% の構成銘柄が極めて優れたパフォーマンスを出したことでマイナス分を相殺して安定した利益を得ています。このように莫大な利益を上げるものが稀に起こる例外的な出来事がテールイベントです。何かに失敗したり損失を出したりすると間違いを犯した気分になります。しかし多くの成功者は正しい判断と間違った判断の両方をしています。多くの失敗の先に数少ない成功があることを認識してテールイベントが起きるまでコツコツアクションを継続してください。7個目、お金は自由をもたらす。最高の豊かさとは毎朝目を覚めた時に今日も好きなように過ごそう思えることです。幸せの定義は人それぞれですが、好きな時に好きな人と好きなだけ好きなことができる、これは誰にとっても理想です。ミシガン大学の研究によると、人間に幸福感をもたらすのは人生を自分でコントロールしている感覚と分かっています。どんなに高い給料よりも人生のコントロール感が大切です。お金は僕たちにコントロール感を与えてくれます。資産が増えれば人は周りの都合に左右されることなく自律的に生きられるようになるからです。働くのをやめたり、趣味に時間を使ったり、家事を代行サービスに頼んだり、家族と楽しい時間を過ごすなど自由に生活できます。この自由こそがお金から得られる最高の配当です。お金を得ることだけに注目するのではなく、自由を得ることに目を向けて人生の豊かさを追求してください。この本を読んで特に響いたことはテールイベントを起こすことです。行動の 99% が失敗でも 1% の大成功があれば 99% の失敗を帳消しにできます。うまくいかない時期がたくさんあっても 1% の成功を目指して日々行動することが大切です。小さな失敗をたくさん繰り返して 1% のテールイベントがいつか来ることを心から信じて行動してください。そしてうまくいった時は樽を知ることです。いい意味でもうこれで十分と思ってください。無理してもっともっとと思うと大失敗してしまいます。コツコツ今に満足しながら行動してみてください。最後に大事な言葉を送ります。貯金とは収入からエゴを差し引いたものである。富は将来により多くのものや選択肢を手に入れるために今買うものを抑えることで生まれます。あなたがどれだけ稼いでもそのお金を今楽しむことばかりに使ってしまえば富は築けないです。逆に言えば収入が少なくてもエゴとうまく付き合うことで富を築くことが可能です。これを頭の片隅に残してください。その上で資産を築いていってください。今回の解説が面白かったという人はいいねやコメントをください。この動画をご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。